今日は3月26日です。カメラ持ってきてない日でした。なのでスマホで撮影しております。来ました、一発目。何もいない中にフグだけいるという。やりました。しかもあんまり船行ってない日、いたところはいつもの場所。でかくて、そしてめちゃんこ可愛いです。恐ろしい歯。やりました。ただカメラ持ってきてないので感謝の儀式ができません。固定できないスマホが。プリッ。素晴らしい。やりました。もう何もいないので帰ろうかなと思ってたとこでした。やったね。当然のごとく網はもう大穴だらけです。こちらも、いや、よく逃げずに追ってくれたものです。よかった、本当によかった。お疲れ様でした。もう一番やろうかと思ったけど、帰ったんよ。なんででしょうか。なんか壊れたん？そうなんです。何があった今度は。網がボロボロになりまして、もう直そうと思って帰ったんです。なんで網がボロボロになったでしょうか。そりゃなんか引っ掛けてまたこう側やった。今カメラ急遽持ってきてもらったじゃないですか。はい。なんでカメラ急遽持ってきてもらったでしょうか。なんか変なもんがあった。網がボロボロになったんです。最後。わかった。わかった。マジでわかりました。はい。これ分かったら上級者ですよ、あんた。これじゃろ。おお、すごいじゃないですか。ちょっと見てください。はい。こちら今季初じゃない？今季初です。ちょっとこれ見てください。おー、すげえ。でけえ。やったー。5キロあるんじゃない？めっちゃやったー。5キロあるんじゃないこれ。ちょっと抱っこしてみてください。ももう一番やろうかと思ったけども、それ終わったから帰りました。そんな網がボロボロになったんです。それのおかげで。一匹でそんなになるもんな。うん。食い破られて。でも5キロはないか。見た感じ。4キロ。3.8 から 4.2 の間かな。ちょっと抱っこしてみてね。何キロあると思います？うわ、でっかっ。でも結構あるな。チャートが抱っこしたらめっちゃでけえな。やば。青ピぐらいある？青ペグレありそうな気がしてきた。じゃあ5キロ弱90本以上じゃろ。20本はまあ 3.5 キロな。私はやりました。あの後も何
ですけど、ここへ来たのは理由があります。一応何もいないじゃないですか。これを取りに来ました。ここにガラエビ、動画も見えてるんですけど、この時期になるとこれがものすごい値段です。ちょっと考えられないような値段です、本当に。なので魚っ気はいませんけど、最初はここをやってエビを貯めたいと思います。この時期ガラエビ全然いないんで、夜の打たせの人たちも取ってきません。だから料理屋さんとかが必要っていうのもあるんですけど、以前言いましたけど、寄島の隣に笠岡っていう町があるんですけど、そこで生み出された笠岡スタイルという釣り方があるらしいです。まさにエビで鯛を釣る漁法らしいんですけど、最近遊漁船がめちゃくちゃ増えまして、その遊漁の船長さんたちがこれが必要なんですよね。だからですね、自分も結構頼まれてるんで、寄島に止めてある遊漁船天竜の船長山下さんのためにちょっとこれを最初は取ってから移動したいと思います。すぐここならすぐ取れると思います。下から出てくるでしょう、いくらでも。多分ね、ここが一番エビ多いんですよね。その代わり魚っ気何もいません。でも魚がいなくても魚これに勝てないんですよね。ちょっと拾っただけでもうすぐ多分下から出てきます。ちょっと何番がここやってね、それから他のものを拾いながらフグを狙ってみましょう。鳥がいますね、びっくり。以前からいたんですけど、こんなにいるとは思わなかった。これだったら売ってもいいレベルですね。この調子でと、うわ、まだ出てきた。この調子で溜まっていったら売ってもいいレベルです。1番目でもこんなに。次はですね、おお、まだ出てきた。湯蒸しも出てきました。これ食べたんですよ。めっちゃ美味しいです。韓国食べるらしいですね。もっとでかいで、もっとかなり大きいです。つだれガニ、これもめちゃくちゃ美味しいです。びっくりするぐらいあさり超えてきます。これはもういつもおかずにしてます。美味しすぎて。小川ができる前とか温暖化になる前はこれもう網が上がらなくなるぐらい入ってたんですよね。その時は美味しさ知らなかったんで、もう全部リリースしてました。もったいない。本当にこのペースならエビ1キロくらいはすぐ取れますけど、平らぎまでこれもすごいです。まだ出てきた鳥が。これはちょっとおかずにしては多すぎる。1番目でこんだけいくともう売ってみましょう。ここら辺はオコゼがいないんで安心ですけど、オコゼが寄島方面に寄ってきまして、寄島沖の方はすごいことになってます。オコゼだらけで。オコゼが来たからチヌが減ったのか、その代わりもうチヌが全くいなくなりました。オコゼを嫌ってるんですね。またしかもでっけえ。なんか切れてますね。これはもう驚きの鳥貝でした。ちょっとびっくりした。本当にもうちょっと時期外れなんでこう思ってますから、どれくらいの値段するか分かりませんけど、このペースだとかなり溜まりそうですね。これなんかパンパンですけど、この色が剥げるとやっぱり商品価値下がるんですよね。我は我で別個に競りにかけないといけません。
エビはもう500グラムぐらい行きましたね。15分で1キロぐらいはすぐ行きそうです。魚はこれだけ。名古屋フグはちなみに寄島沖にめっちゃ出てきてます。その次の網もこんな感じです。鳥が多め。最近ハモ出てきましたね。軽くこさしすぎましたね。これはダメかな。おお、すごいの来た。軽く来た網でよく無事でびっくりした。やったー。これはすごい。石器だったらすごいでしょうね。もう予想外、びっくりでした。傷ない。軽く来てるんで、いってるかと。軽く来たらね、ちょっとかけてる可能性が高いんですけど、よく無事で本当に良かったです。ちょっとびっくりした。動画いませんね。あとはエビひどいですね。動画が少なくなってきました。ガラエビはね、種いても爪で耕してもあんまり浮かないんですけど、動画はやっぱ大きいですから、1回のこの羽が大きいですからね、浮いちゃって、1回道具取ると浮いちゃってね、エビがあんまり入りませんね。現在水温15度、14.7 度です。カニも活動しだしましたね。この間からみんな取ってきてますね。だからちょっと値段が下がり気味ですが、宝物であることに変わりはありません。先日もうこう出してるのがいましたよ。早くても5月の終わりぐらいでしたけど、もう4月の頭でね、出し子が見え出しました。取れるのが早くなるんかといえばそうでもない。ちなみにオカメちゃんもこれも死んでますけど、もうほぼやっつけました。ツルツルです。現在残り返しですので、ちょっと深いところをかけて深いとこ怖いんですよね。これがあるんで。あと深いとこにはエビがいません。でも魚系がいるかもしれません。なんかこっちの尻尾らしいものは見えます。カニは見えます。重っ。小川かな。
おー来た、おー来た、おー来た、来てます。でっかー2つ目、あ、なんか落ちた、魚落ちた。鳥じゃないことになりました。来てます、来てます、来てる来てる。こっちにもいました。よいしょ、これも拾えます。こっちも来てる。4つ、おお5つ、すごい、狙ってよかった。タイミングですね、タイミング。一度上がらなくしてますからね。あまり攻めるのはやめときます。12345、あとは石金とエビとこっちです。やっぱね、ちょっと硬い方なんで寄れば魚も出てくると思います。これ惜しいですね。爪にかかったんでしょうね。一回網洗ったんですけど、もうすぐ汚れますね。昼から天気が悪くなるらしいんで、その前にもう一度洗っときましょうかね。お、やったね。これじゃないですよ。ああ、やっぱりさすが登り返しいますね。ああ、いいおかず見つけました。これはうまい。今こう思ってるんで最高です。おお、もう一丁いましたね。これではありませんよ。これはもうどう見ても強いな。両側に1つ。潮の返しにちょっと狙ってみてよかったですね。今のはもう深いところから離れたんですけど、それでもやっぱ入りますね、潮の返しは。ではちょっと一度網を洗ってまた仕切り直します。網を洗うのは今日2回目です。上りになったらゲタも出てきまして、それとエビも下りより上りの方が多いですね。ちょっと急に風が出てきましたので、では最後シヌゾーンを抜けて寄島へ向けてフグを狙いながら帰ってみましょう。でっかっ。うわ、ちょっとやばいぐらいでかいのが。でっかっ。頬に紅が刺してます。めっちゃでっかい。以前市でなんか1キロオコゼが競りにかけられたことがあったらしいんですけど、自分ちょっと見てなかったんですよね。さすがに1キロはないですかね、これは。でっかっ。びっくり。
けられてね、逃げられてるんですよね。ここにもう何人も逃げられてます。ラスト天気がかなり悪くなりましたね。いそうにはありませんけど、こっちはいるようです。よいしょ。やっぱり怒ってた時、どうやっても怒ってた。これもなかなかでかいですね。でっかっ、でっかっ。いや、さっきのよりでかいでしょこれ。でっかっ、やっば。そしてね、切れ見なくなったチヌが袋に残ってました。じゃあ網を水際にして寄島に帰ります。いや、それにしてもこいつでも十分でかいと思いましたけど、さっきのやつ超えてるでしょこれ。これガチで1キロあるんじゃないですかね。ないですからこれ。これ逆に1キロなかったら1キロってどんだけやねんって感じですね。これはちょっとやばい、本当に。これ刺されたら死んじゃうんじゃないですかね。やばすぎる。今日はどうでしたか？ちょっとこれを見てください。あっち行って、あっち行って、あっち行って。ちょっと見られたくないんです。何？見てくださいって言いながら見られたくないんですよ。ちょっとこれです、こちら。うわ、でっけでっか。え。でっか。しかもこれ女の子で絶対これ。化粧しとるよ。ほんまじゃん。すごくないこれ。最後から2番目おったんよ。でっかいな、なんて過去最大と思ったんじゃ。でっか。昔1キロのが1に出たらしいんよ。うんうん。 3年ぐらい前かな。それ見あ逃しとんじゃけど、1キロあるかな、ないじゃろうなあ。と思ったその矢先、うんうん。その次の見て、こちら。おお、でかい。これは1キロありそうなので、でもここっちの大きいやろ。うん、そっちの方が大きい気がする。これちょっと測ってみましょう。これはい。すごいででっかいな。な。いやまずはこの化粧をされた方から。ー。はい。ペコちゃんか。ペコちゃんから全然足りん。あらまあ。全然こっちももう1キロはないな。1キロってもうすごかったんだすごかったんやな。ほんとすごかったんだ。ああ、もう全然足りん。1キロってどんなんなん。すごいのおったんだな、前は。これの倍ぐらいやろ。うん。すごいな。もうフグ並みじゃな。さて、はい。どちらが赤いでしょうか。この間勉強しました。おお、正解です。やっと覚えましたね。なんとなく。なんとなく。これはもがい。同じような感じじゃが。食べたら味違うしな。うん。うん。色も違うしな。もがい赤くない。赤いけど赤くない。これもう一種類おるんやな。おお。中貝さんが言うにはもう一種類おるんや。ちょっと俺分からんけど、この毛だらけのやつがあるんや。もうもっさもさの毛がいい。それは赤貝じゃないって中貝さんが言うんだけども、見分けはつかん。もがいでも。もがいでもない。もう毛だらけ。毛深いがいい。見分けはつかんというか、見分けはつくんだけど、もうこれもう赤貝、ほんとどう見ても赤貝で、ここら辺の白がない。もう毛だらけ。こんなちょっとの毛じゃない。もっさもさの毛。でももう5、6年見てないな、それは。で、はい。こちらが晩ご飯です。私はげた。いや、これ撮影してない時落ちてきたんやな。この網はもうえっかとか思ったら落ちてきた、こんなんが。よくあるやつ。何に食べで、ました。島ゲッタ食べた時にコメントくださったんよ。
それ一個だけやったやん、ムニエルみたいな。何だったかな、ムニエルじゃないわ、なんか酒蒸しうんうん美味しかったやん、うん他にもコメントくださってるけん、うんそれをちょっと確認して2番目に来たコメントの方のやつをやってみましょう。はいこれが晩ご飯です。はい。はい、出来上がりました。やった頑張って作りー。ました。開けてみてください。だってすげえ、そのまんま。早速食べましょう。はい、なんて名前の、お、美味しそう。なんて名前の料理ですか、これは。なんて言うんだろう。島下駄の酒蒸し生姜入り。紹興酒蒸しや。そう紹興酒蒸しの生姜入りのごま油もかけて。という視聴者さんからのコメントをいただきましたので作ってみました。あー、うまそう。これ美味しそうやん。食べてみてください。はい、いただきます。お、やっぱこの辺でしょ。生姜たっぷり。いただきます。うまい。熱い。それ熱かった。もうちょっと塩があってもよかった。じゃあ塩かけますが、竹原の塩。先日広島県の竹原までツーリングに行って買ってきた竹原の塩です。竹原はお塩で有名です。はい、やったー。かけてみましょう。いただきます。断然美味しい。美味しい。じゃあ帰りましょう。では自分も竹原の塩をかけて。竹原の塩自体がそもそもかなり美味しいですからね。うんうん。美味しいな。うん。塩をもうちょっと効かさんとね。この間、最初にコメントいただいた酒蒸しの違うバージョンみたいな感じだな。あれは日本酒だったけど、これは紹興酒で、あとやっぱ生姜が効いてるんで、中華蒸しで。中華蒸し、そうやな、中華蒸しって感じやな。ごま油もちょっと入ってる。ああ、なるほど。もうそもそもかけても美味しいかもしれない。そもそも中華蒸しなんだな。ご飯よりもお酒に合いそうです。でもさすが教えてくださったやつは全部美味しいですね。これもかなり美味しいと思います。もう一件コメントいただいてますんで、それも島下駄取れたらやってみたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。